こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、FreeCAD 1.0、パーツを作成の詳細についてお送りします。パーツを作成コマンドは、オブジェクトグループをまとめて保持し、3D ビューでそれらを一つの単位として一緒に移動できるようにするための汎用コンテナです。このコマンドは、パートワークベンチやアッセンブリーワークベンチなどで使用することができます。STD パートの主な機能と特徴について説明します。主な機能として、オブジェクトのグループ化、位置と方向の管理、アセンブリーの構造化、座標系の管理があります。オブジェクトのグループ化では、STD パートは、複数のオブジェクト 3D 形状、スケッチ、その他の部品などを一つのまとまりとして管理できます。これにより、複雑なモデルを整理し、管理しやすくします。位置と方向の管理では、STD パート自体も位置と方向を持つため、内部のオブジェクトをまとめて移動、回転、スケールできます。これにより、アセンブリー全体の位置調整が容易になります。アセンブリーの構造化では、複数の STD パートを入れ子にすることで、複雑なアセンブリーの階層構造を作成できます。これにより、部品の親子関係を明確にし、管理を容易にします。座標系の管理では、STD パートは、内部に独自の座標系を持つことができます。これにより、内部のオブジェクトをローカル座標系で配置し、アセンブリー全体の座標系との関係を明確にできます。STD パートの一般的な用途は、複雑なアセンブリーの管理、部品のモジュール化、大規模なプロジェクトの管理の3つがあります。複雑なアセンブリーの管理として、複数の部品から構成される機械や装置のモデルを作成する場合、STD パートを使用して部品をグループ化し、アセンブリー全体の構造を整理します。部品のモジュール化としては、複数の部品をまとめて一つの STD パートとして管理することで、部品のモジュール化を促進します。これにより、部品の再利用や交換が容易になります。大規模なプロジェクトの管理としては、多数の部品やサブアセンブリから構成される大規模なプロジェクトでは、STD パートを使用してプロジェクト全体の構造を整理し、管理を容易にします。パーツの作成ツールの操作方法について紹介します。最初にパーツの作成ツールをクリックします。するとモデルにパーツアイコンが追加されます。この状態で図形を追加していきます。この例では球体、円錐を2つ追加し、円錐の位置を調整しました。このようにしてパーツを作成していきます。パーツを作成したら、これを他のファイルでも利用できるように FreeCAD ファイルとして保存します。保存する前に、パーツを選択し、ラベル名に適切な名前を設定します。そしてメニューより、保存を選択し名前を付けて FreeCAD ファイルとして保存を行います。保存されたパーツを再利用する方法について説明します。最初に新しいファイルを作成します。そして保存したパーツを含む FreeCAD ファイルを開きます。この場合インポートでも保存したファイルを開くことができます。次に取り込んだファイルより、パーツを選択し Ctrl+C を押します。するとこのような画面が表示されますので OK ボタンを押します。そして貼り付け先ファイルを選択し、貼り付け先 3D ビューをクリックします。この画面で Ctrl+V を押すと、画面に選択したパーツが表示され、モデルの貼り付け先ファイルにはパーツが追加されます。このようにしてパーツを再利用していきます。このパーツを作成コマンドとよく似た形状のボディを作成コマンドとの違いについて説明します。パーツを作成コマンドでは、複数のオブジェクトのグループ化と整理を目的としています。それに対し、ボディを作成では、単一のソリッド部品の作成に用いられます。構造としては、パーツを作成では複数のオブジェクトを含むコンテナですが、ボディを作成では、単一のソリッド形状を作成するコンテナとして用いられます。モデリングの手法では、パーツを作成ではオブジェクトの配置と管理を行います。ボディを作成コマンドでは、フィーチャーベースのパラメトリックモデリングとなります。また主な用途としては、パーツを作成では、アセンブリーの管理や部品のモジュール化として用いられます。それに対してボディを作成では、部品の設計や単一ソリッドの作成として用いられます。また座標系にも特徴があります。
パーツ作成では独自の座標系を持つのに対し、ボディを作成ではローカル座標系となっています。その他の違いとして、ヒストリー機能ではパーツ作成ではヒストリー機能はありませんが、ボディを作成ではヒストリー機能があります。今回はパーツを作成ツールについて説明します。このツールは、オブジェクトのグループをまとめて保存し、3D ビューでそれらを一つの単位として一緒に移動できるようにする汎用コンテナです。それでは、新しいファイルを作成し、パートデザインでこのツールを使用してみましょう。パートワークベンチに切り替わったら、パーツを作成ツールをクリックし、使用してみます。このツールをクリックすると、モデルにパーツオブジェクトが作成されます。そしてここで、ソリッドなどのオブジェクトを追加すると、この中に配置されます。それではこのパーツに、ソリッドを配置していきましょう。球体と円錐を配置していきます。さらに、円錐を配置し、変換して位置を変更します。このようにして、円錐を上下、左右、前後に配置していきます。これで一つのパーツが完成しました。このパーツを再利用して使用するには、一旦ファイルとして保存しておきます。メニューより名前を付けて保存を選択します。そして、わかりやすい名前を付けて保存ボタンを押します。それでは、このパーツを新しいファイルで再利用してみましょう。新しいファイルを作成し、パートワークベンチに移ります。それでは、このファイルに先ほどのパーツをインポートしてみましょう。メニューのファイルより、インポートを選択します。そして、先ほどのパーツを開きます。すると、このようにパーツがインポートされました。こちらの名称未設定が、新しいファイルとなります。名前をニュープロジェクトに変更しておきましょう。そして読み込まれたパーツをコピーします。コントロールプラス C を押すと、このような画面が表示されます。このままの状態で OK を押します。そして、ニュープロジェクトを選択して貼り付けます。貼り付けはコントロールプラス V を押します。するとこのように部品がコピーされました。このようにして、以前作成されたパーツを新しいファイルで再利用することができます。インポートした部品は不要ですので削除しておきましょう。さらに取り込まれたパーツをコピーして使用してみます。今回はメニューより編集、そしてコピーを選択し、貼り付けで複製を作成します。すると、このようにパーツの複製が完成しました。コピーされたパーツを右クリックし、変換して移動してみましょう。このように重なっているコピーを移動すると、わかりやすくなります。部品の再利用は移動だけでなく、回転なども行うことができます。それではもう一つ部品をコピーして、回転を行ってみましょう。コピーしたら変換を使用して、まず移動を行います。そして、ここで回転を行ってみます。このような形で、部品を回転して再利用することができます。